カピラボ。皆さんどうもこんにちは。最近パーツの奥深さを知りました。かきさんです。今回の題材はこちら。インテル第11世代の i5-11400 を使用して、内蔵グラフィックの検証をしていきたいと思います。前世代と比べて、第11世代は内蔵グラフィックが向上しましたが、11400は i7 などの上位の内蔵グラフィックと比べて若干性能は劣ります。その内蔵グラフィックでどこまでできるのか今回は見ていきたいと思います。やっとグラボの供給も安定してきたとはいえ、未だに価格も去年と比べると高くて手が出ない、という方も多いかと思います。どうせグラボ積むんだし、内蔵グラフィックなんていらねえだろ。って声もよく聞くけど、常日頃 PC パーツをいじっていると、内蔵グラフィックってものすごい有用性が高いと感じる。例えばグラフィックボードが壊れた時、そういう時に内蔵グラフィックで動作確認ができたりするので、PC が使えなくなるということがありません。また、例えば小さい PC を作りたい時、こういう時にも内蔵グラフィックがあると重宝します。YouTube や動画鑑賞とかでは何ら問題ないし、普通にアマプラなんかの視聴も問題ありません。そしてカメラとキャプチャーボードを使用して、YouTube によるライブ配信なんかも問題なくできます。なので、テレワークの会議で使うなんて用途にも使えそう。このように色々と重宝するから、初めて自作するなら絶対内蔵グラフィックはあった方がいいと思います。普通は予備のグラボなんて持ってないですからね。このようにトラブルシューティングにも、動画鑑賞にも問題なく使えるという点で内蔵グラフィックは優れています。ではゲーム性能となるとどうなるのか？今回はフル HD でプレイができそうなゲームでチェックしてみたいと思います。今回の内容はこんな感じですね。では、組み込みとベンチマークをまずはやっていきましょう。まずはマザーボードに組み込みをしていきます。今回使用するのは MSI の B560 トマホーク Wi-Fi。今回は提供品で組んでいく形となります。マザーボードの中身はこんな感じ。ATX サイズの B560 としては中間くらいの価格帯のマザーボードです。では、本体を見ていきましょうか。本体の見た目はこんな感じ。シルバーとブラックを基調としたデザインです。このマザーのコンセプトはトマホークという兵器なので武骨な感じのデザインとなっております。VRM 周りはこんな感じ。電源フェーズは15フェーズ搭載しており、ヒートシンクもずっしりとしたものになっております。厚みもあって冷却に力を入れてますね。OC をしなければここまで必要ないんじゃないの？って思ってましたが、第11世代の CPU はパワーリミットを緩和することで真の性能を発揮するので電源周りは重要ですね。そしてメモリスロットは4スロット。通常の動作クロックは 2933MHz までとなりますが、OC メモリを使うことによって 5066MHz までの OC が可能です。ここら辺も後ほど少しいじってみましょう。SATA ポートは合計6ポートあります。M.2 の2スロット目に SATA の M.2 SSD を使う場合、SATA 1が排他ポートとなります。NVMe なら排他ポートは生まれないようです。あとは CPU の補助電源。こちらは8ピンプラス4ピンとなります。i5-11400 でもパワーリミットを緩和すると、100W 以上使用するので両方挿しておいた方がいいかも。IO ポート周りはこんな感じ。USB も充実してるし、Type-C に関しては USB 3.2 Gen 2x2 なのがいいですね。外付けストレージなどを使うときには早くていいです。それではこちらに組み込みをしていきましょう。使用する CPU は Intel Core i5-11400 です。実売価格は約24,000円。今までは割と手に入りやすい CPU でしたが、最近は売り切れも多く人気があるイメージ。CPU の売上ランキングでも、上位にランクインしてますね。お次はメモリ。メモリはクルーシャルのバリステック MAX を使用します。容量は 8GB×2。動作クロックは4400まで上がる OC メモリとなっています。ブラックを基調としたデザインで、武骨な感じがトマホークとも合いそうですね。メモリについては勉強中なのですが、クロックやレイテンシによって FPS が結構上昇するらしいです。そこら辺の設定の詰め方は難しそうなので、今回は MSI マザーの独自機能を使ってみたいと思います。次に搭載するのはストレージ。クルーシャルの P5 というストレージを使用します。最大読み込みは 3400MB 毎秒、最大書き込みは 3000MB 毎秒の速いやつです。今回使用するのは Gen 3動作となるので、とりあえずにスロット目に挿しておきます。B560 トマホーク Wi-Fi では M.2 スロットが3つもあるのは魅力的ですね。レイドを組んだり、クローンを作るのもやりやすそう。最近ストレージに沼ってるから、機
使い打ちに3スロット使ってレイドなんかもやってみたい。2スロット目は SATA の M.2 でも動作するから、使い分けなんかもできますね。こちらのマザーは第10世代の CPU を使っても、M.2 の一番上のスロットは Gen3 動作するから安心ですね。せっかくのスロットが無駄になることはありません。後の組み込みは CPU クーラー。とりあえずグリスをうんこ塗りして、クーラーを取り付けていきます。今回使用するクーラーはリテールクーラーとそして 360mm 簡易水冷の2種類となります。パワーリミットを緩和するとなると、冷えるクーラーを使用した方がいいのかも見ていきます。それではこれをベンチ台に組み込んで、ベンチマークをしていきましょう。まずは、BIOS 上でパワーリミットを緩和していきます。この CPU クーラーチューニングから行えますね。リテールクーラーではパワーリミットは 65W、それ以外のクーラーでは上限が 255W となるみたいです。ちなみにこの CPU の TDP の 65W 制限でシネベンチを回してみるとこんな感じ。最高温度は75度ぐらいで収まりますが、この CPU の真の性能は活かしきれてない感じですね。ちなみにスコアは7301ポイントでした。この子のパワーはこんなものではない。ということでパワーリミットの制限を緩和するために、項目をタワークーラーに変更してみます。その後、ベンチマークを回してみるとこんな感じ。CPU の消費電力が 110W 程度に上がり、温度もかなり上昇してきました。サーマルスロットリングさえ問題なければ、クロックは 4.2GHz に張り付いています。しかし、温度はさらに上昇。やはりリテールクーラーでは、パワーリミットを緩和すると厳しい、サーマルスロットリングが起きてしまいました。ちなみに最終的な結果はこんな感じ。スコアは10076ポイントとなりました。消費電力は上がるけど、性能はかなり高くなりました。ただやはり、温度面が課題ですね。ということで、簡易水冷を装着してもう一度測定をしてみます。今回、使用する簡易水冷はこちら、MSI の MPG、コアリキッド K360 になります。こちらは簡易水冷のヘッドに液晶がついていたり、VRM の冷却も考えて、小型ファンが搭載されている最新の簡易水冷 CPU クーラーとなります。こちらを検証環境に組み込んで、再度ベンチマークを行ってみたいと思います。BIOS 画面のクーラーチューニングから設定を変更。タワー型空冷クーラーから簡易水冷に変更します。そしてベンチマークを回してみると、当然のことながらサーマルスロットリングは起きませんでした。360ミリだし、やはり簡易水冷は強いね。リテールでは100度に到達していた CPU 温度も、簡易水冷では56度に下がりました。精神衛生上的にもこちらの方がいいですね。そしてスコアは10109ポイントになっていました。消費電力は上がるけどかなり性能はいいと思う。65W 制限と比べるとスコアは2800も伸びています。冷却面での課題はあるけれども、性能を重視するならパワーリミットを緩和し、冷却性能が高い CPU クーラーを使った方がいいです。ちなみにシングルのスコアは1368。こちらは制限がかかっていても、スコアに大差はありませんでした。それではここからは実際のゲームがどのぐらい動くか見ていきましょう。今回はフォートナイトをメインで見ていきたいと思います。設定はフル HD のカスタム設定で行います。3D 解像度と描写距離は最大、レンダリングはパフォーマンスモードでやっていきます。一応、3つの条件下でテスト結果を表示していますが、FPS には大きな違いはありませんでした。たまに数値が落ち込むこともありますが、だいたい平均して 60fps 以上は出ている感じでした。内蔵グラフィックの使用率が 99% と頭打ちなので、数値に大きな差は見られませんでした。多少ラグが出るときはありますがこの設定であれば内蔵グラフィックでもプレイは可能でした。ゲームプレイ中の温度に関しては、ベンチマーク台での運用でもリテールクーラーの温度は65度程度に到達してます。エアフローの悪い小さなケースに入れてプレイをする場合は結構温度が上がりそうですね。可能であればリテールクーラーより性能の良いタワー型か簡易水冷で運用するのが良さそうです。FPS に関しては、建築を壊してる最中など落ち込むことはありました。やはりグラフィックボード搭載の PC と比べると、劣ってしまうのは仕方がないですね。それでは次はメモリのクロックを変更したらどのくらい FPS が伸びるのか見ていきましょう。今回メモリ OC には、MSI マザー独自のメモリトライ1を使用しました。若干ですが、FPS の向上はしているみたいです。ここら辺は、グラフィックボードを搭載した方が顕著に現れそうな気がします。
第11世代は高クロックにしても、ギア2動作にすると逆に遅くなってしまうなんてこともあるので、メモリとライットで簡単にクロックの調整ができるのは私みたいな素人にはありがたいですね。0点子だとか、クロックの設定を詰めていけばもう少し数値は上がりそうですが理解が追いつきません。なのでこういう機能は簡単に設定ができるという点では非常にありがたい。一番いいのは勉強して自分で設定を詰めることなんですけどね。それでは、他にも内蔵グラフィックでもフル HD で動作しそうなゲームをやってみましょう。次は原神をプレイしてみたいと思います。設定はフル HD のカスタム設定で行います。画質は最低、FPS は上限60となります。このゲームは 30fps か 60fps 固定となります。若干カクつきがある時もありますが、高画質で滑らかなプレイをしたいということでなければ、内蔵グラフィックでもプレイは可能です。ただ、こういうゲームはやはり綺麗な映像でやりたいですよね。さすがに最高設定や高設定でのプレイは内蔵グラフィックでは厳しいです。しかし、クラブを購入するまでのつなぎや、ちょっとプレイをしてみたい程度であれば、まずは内蔵グラフィックで試してみるのもありかなと思います。そしてお次はバロラント。設定はフル HD のカスタム設定で行います。テクスチャー、ディテール、UI は中設定にしてあります。射撃訓練場でプレイをしてみたんですが、かなりの FPS が出ていました。こちらのゲームは動作が軽いので問題なく遊べましたね。射撃訓練場では100以上は軽く出ていたんじゃないかなと思う。このようにゲームによっては内蔵グラフィックでも遊べるものも多いので、色々試してみるのも面白いと思う。なんといっても、内蔵グラフィックがあるとやっぱり安心だよね。グラボがなくても PC が使えるというのはやはり安心感があると思う。ということで今回の検証はここまで。今回は、MSI の提供パーツで i5-11400 がどのくらい使えるのかテストをしましたが、内蔵グラフィックで軽めのゲームであればプレイも可能だし、何より内蔵グラフィックがついていることで安心できますね。それに動画視聴やウェブ会議などの用途であれば問題なく使えるんじゃないかなと思います。今回はフル HD でテストしましたが、もう少し解像度を落とせば他のゲームもプレイできそうですね。それに、パワーリミットを緩和すれば CPU としての性能もなかなか強い、面白い CPU だと思いますよ。ではこれにて動画は終了。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた。バイバイ。設定次第でスコアが上がるのは面白かったな。こういう奥が深いのって面白いね。もっと勉強しなきゃ。